味と量がすごい、クオリティ高いよね。お店の人すごい感じよくてびっくりです。もう一発でファンになりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。最高でした量が多いなんかすごいアットホームな感じで、だいぶ活気があって入りやすいっていうか、食事もやっぱ美味しいですよね。またね。何頼んでも安定の美味しさで、やっぱりあれですね、店員さんがみんな活気があるし。また。どうも。従業員の方たちの温かさというか、気持ちの良さというか。ボリューム多いし美味しいですよ。やっぱり何食べてもね、みんなスタッフさんが、見てて分かるように親しみやすいですよね。これが片焼きですね。就職したんです、東京へ。明治神宮のそばにある南国地下名店ですよ。そこ行ったんですよ。修行を兼ねて人間関係行ってみると親のありがたい意味がわかるかなと。でも全然ダメでした。厳しいのは良かったんですけど、どんどん痩せていっちゃうんで、体でも壊されて帰ってきたにはどうにもなんないので引き上げてきちゃった。連れて帰ってきちゃった。名店にいらっしゃったんで、だいぶ厳しかったんじゃないですか。全然です。あ、本当ですか。しか教わってないです。今多分狙ったりなります。これは使えないですね。使えないです。忙しかったですか。朝が早かったんで。マスクしてないんでごめんね、息苦しいんで。料理される方はマスク大変ですよね。大変ですよ。でね、お客さんにもね、なんでお客さんにマスクしろって言って調理場はしないんですかって言うから、味見をしない店ならいいんですよ。でも1人来れば1人の味、2人来れば2人の味、1日にどれだけの味見をするか、今日見てわかるけど、仕事の忙しさがマスクなしちゃいらんない。またそれ忘れた。何祝儀袋データ置いてくるんでしょ。よく思い出したね、今日は。硬い人もいるじゃないですか、中に。ああ、そうですね。こういう音だけっていうのあれだよね。ちょっと後でアップして検査みたいなのが来るんですよ。いろんな店のあれの審査があって、それで選ばれた。お客さんとしては安心できますよね。それは言えると思いますよね。本当は貼っとかなくちゃいけないんですけど、でも貼ります、持ってきたから。貼ってください。そうですね、もったいないですよね。そうですね、はいいつも思ってるんだけど、もったいないと思ってるんだけど、お父さんもなかなか甘めな人じゃないんで。お店を始められた経緯ってどういう。自分はこの道しかねえからね。若い時からこの道に入っちゃったから。お店始める前も料理をする。そう。こちらのお店何年ぐらいになるんですか。27年。他のところちょっと23年ぐらいだから、この道50年ですね。繁盛されてるお店だと思うんですけど、最初からお客さん多かったんですか。最初はもっと多かった。一人じゃできねえから、だんだん従業員が増えてきて、こんなちっちゃい店で開店した時は500人近くの人がもう表で待ってるんだかなり原材料上がってると思うんですけど。計算してねえけど上がったろうね。だから今 3.1 ぐらいだよね。メニューの値段自体は5月に1回上げたんだけど、そうですか。今考え中。
こんなにウェルカムなお店はなかなかないので。そので先陽気検査行って陽気さんどうですか？陽気さんのはい大将すごいいい方で。自分たちも子供の頃から食べてるんです陽気系は。ああそうなんですね。混んでも近いんで。めちゃくちゃ混んでました。マジめちゃくちゃ混んでるってどんぐらいですか？オープン前の行列多分2、30人。すげえな。申し訳ないです。先謝っておきます。なんで？オープンでまで。いやどんだけ仕込みしてるんですかね。明日のもう明日の1週間分です。これは何に使う？これチャーシューですね。そうなんですね。肩ロース。肩ロースですね。肩ロース。コロナになってから宴会っていうか会社で使うことがなくなってるから売り上げはダウンですよ、やっぱ宴会は大きいですよね。飲み物はそうまとまるからそれでお料理決まってるから楽なんですよ、奥さん気づいてないですかまだ？何を宋さんが履いてる。見た私と同じもう私まずファッションから見ちゃうんですよバーっていうと靴が同じ。私黒お父さんが白、子供たちはベージュ。ちょっと関係性を一度整理したいんですが、そうですか、はい、じゃあ一番向こうがマスターなんですよ。マスターですね。はい。それで一番古い方これたっちゃん、関口たっちゃん、はい、この子は調理師学校のアルバイトから入ってそのまま従業員になって、でその向こうのともちゃんって石田君も、そうなんですよ。調理師学校からアルバイトに2年、それからうちで入って従業員で、この息子もそうなんですけど調理師学校、みんな調理師学校から同じなんです。もうあとは継がなくていいって言ったんですけど、結局この道しかなかったんですかね。息子も好きな道選べって言ったんですけどね、みんなそうですね。みんな中華を専攻して、うち嫁さん美容師なんですよ。美容師です。元美容師なんですよ。私もそうなんですよ。今こんな仕事してますけどね。美容師の方が儲かりますよ。腕だから材料いらないんです。休みがあればいい。じゃあこちらに来て餃子巻いたりするのはそうですね、覚えました。1年ぐらいになる、もっとかね。餃子握り出してね。自分がもう餃子マシーンだと思ってやることじゃないですか。まあこれでもやっぱり数やらないとできないんで、誰でも多分長年やってれば、相当早いですよね。そんなことないですよ。機械の方が早いですよ。なんでこんなに明るいお店なんですか？いや、それはやっぱりもうマスターと奥さんも入った時から明るいから、やっぱり自分もそうなるんですよ。でお客さんもやっぱ明るい人ばっかなんで、その中だって黙りこくって仕事してたらつまんないじゃないですか。今何年ぐらいになるんですか？じゃあ23年になりますね。長年やってて記憶に残ってることとか、記憶に残ってること出来事とかありますか？なんだろうね、毎日が思い出なんでやっぱりあれじゃないですか、皆さんに出会えたことじゃないですか。お客さんともやっぱ店のスタッフで、なんでお客さんにこのお店は選ばれてると思いますか？まあ味もありますよね、やっぱりそれは、まあ味は第一にあって、やっぱり人柄じゃないですか、みんなの。絶対喋らないだろうみたいな人にも話しかけちゃいますからそうするとやっぱり心を開いてくれるんですよ。やりながらで大丈夫なんですけど、今日何日目ですか？今日3日目。ここが初めて。2日間やってみて感想はどうですか？大変です。人がいっぱい来るから。どの辺が一番大変ですか？片付けとか、あと注文取ったりするのがメニューが多くて。大体でも仕事は覚えてきましたか？大体丁寧に教えてくれるから覚えやすいです。缶も大きくなるのか、ちょっと厚みがあるか。嬉しかったこととかありましたか？
まかないが美味しいことです毎回もらいます。チャーハンとかラーメンとか毎回美味しいです。頑張れますね、そしたら。はい、すごく頑張れます。前にさ、黄色いパッドあるじゃん。あ、もちろん、はい、エビの下味つけて、これ入れて片栗で止めて、衣をつける感じになる。すごいですね、腕が本当に。すごいっすよね。すごい強そう。強そうじゃないですか。3人集まってたから。なかなかないっすよ。こんだけの量を作らせてもらえるのってやっぱお客さんに感謝ですよ。本当ですよ。お客さんがいての食材ですから。食材ありのお客さんじゃないですから。お客様が仕事をくださってるのと一緒ですよ。では全てはもうそれじゃないですか。ちょっとバッテリー変えます。はい。そこで暇してビデオ回してるのいいからこれでちょっと待って落とさないように誰か一人来てくれる。しゅんちゃん取ってくれる。持って手当ていこう。はい。落っことしたらアウトだからね。何袋持ってる？ねえ、最初の何台いますか？3台。あ、もうお客様。お客さんです。はい。降りて来られませんね。どこのはい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。まるちゃん、外行ってご飯行って。11時半また行ってね。11時半2つ、チャーハン、天津丼、レバー、餃子2枚、麻婆2枚。皆さん、カップの下。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。あ、お茶。何人？どうも。3人ね。じゃあ、テラス3人お願い。はい。チャーハンも。チャーハンいってね。オッケー。何人？じゃあ、テラス3人お願い。はい、いってね。オッケー。失礼します。エビそばの方。はい。熱いので気をつけてください。どうぞ。いいよ。お二名様ご案内お願いします。どうぞ。ください。どうぞ2名様。はい、どうも。はい、いらっしゃい。はい、五目あんかけ焼きそばだよね。はい、早いな。YouTube ですよ。はい、そうなんですよ。はい。失礼いたします。エビチャーハンお待たせしました。ビニール入エビチャーハンとミニラじゃあ6枚いってください。しゅんちゃん、6枚いってくれる。エビチャーハンとミニラね。
お願いします。はい。はい、6番の餃子ですよ。座敷3番エビチャーハンうま煮そばです。ともちゃん、これ餃子2枚ね。なんですよ。はい、ノーマルチャーハンテラスの1枚いってください。先生、テラス1枚いって。はい。じゃあ、8番さん、餃子ネギが。はい、うま煮そばがカウンターの2番。それでうま煮そばね。ありがとう。はい、ラーメンですね。それラーメンです。はい。今日と一緒です。エビです、これが。ちょっと今有名な。人気。ありがとうございます。人気メニューです。今日はちなみに何を召し上がったんですか？今日はですね、五目あんかけそばですか、焼きそばですね。全部満足してますんで、何頼んでも安定の美味しさで、やっぱりあれですね、店員さんがみんな活気があるし、声出してるんでいいなって思いますよね。味も美味しいし、何も言うことないですよね。また来させてもらって、美味しい食事を取らせてもらえたらありがたいなと思います。これからも末永くよろしくお願いします。3番行ったからここな8番だね。そうだね。大した忙しくないでしょ。まだ忙しくない。まだまだ。座敷8番のエビチャーハンも上がりますね。座敷8番ですね。辛味噌のセットです。はい、3番さん、エビそばエビチャーハン。ありがとうございます。4番の乾麺。はい、味噌の4番。ひろちゃん飯店です。休みなのどうでもいい。今日だけだ。すみません。合ってる？当たってます。配信しますんでお願いしますね。どうもお土産の黒パック1個もらっていいですか？はい、よろしく。はい。失礼します。セットのチャーハンお持ちしました。
熱いのでお気をつけください。失礼します。1番いって。はい、ありがとう。2番。32円ね。ありがとう。またね。今使ってほしい。みんながはい、焼きそばお願いしますか。皆さんこっち。もやしそばお願いします。皆さはい、うま煮そばいってください。うま煮そば2番、上がり。はい、もらうかな。中華丼ね、これ。じゃあはるちゃん一緒に行くか。はい、はい、じゃあ行ってください、はるちゃん。はい。はい、辛味噌いけますね。1番1丁で7番1丁。ありがとうございます。エビチャーハンやろうか。はい。これ持ってきましょう。はい、こんなもんかな。大丈夫だね。ちょっと待って、今ご飯寄せるから。失礼します。日替わりお持ちしました。今サービスいいよ。ちょっと今見せるからちょっと。こちらから失礼します。フードセットお持ちしました。どうも、ありがとうございます。片付けると思うけどね。はい、いいですね。はい、ワンタンです。はい、もやしですよ。失礼します。はい、以上ね。実は初めてなんですよ。看板がいつも気になってて、今日どうしても行きたいからって誘って。そう、正解でした。私はチャーハン、カニチャーハン食べて、ママは五目そば。味と量がすごい。クオリティ高いよね。褒め倒しになっちゃうけど。本当美味しい。でもね、作ってる人がもう見えるし、みんな、お店の人すごい感じよくてびっくりです。繁盛の理由はどういうところだと思われますか？人柄、味、あと材料がやっぱしいいものを使ってる、ちゃんと真面目に、あとトイレとかすごい綺麗なんですよ。そういうところやっぱり見ますよね。そこからね、人が出てるからね。次また家族で来ます。本当に頑張ってください。初めて来てもう一発でファンになりました。もうなくなってほしくない。もうずっと食べ続けたい。あ、ナメさん一人。10名です。あ、10名ちょっと入れないんで今日はなし。奈良さん、テラスでも大丈夫ですか？693円ですね。968円です。
去年もいないとふざけることしかできないです。ちょっと置いとくよ。はい。ある。チンジャオロースエビチリカニチャーハン。じゃあテラス1。2だね。 B じゃないよね。左だね。月に3回は来てるんで、伊勢崎からなんで20分ぐらいかかりますね。今日はね、もやしそばです。上に乗ってるもやしなんかすごい多くて、ここに来たらやめられなくて、足伸ばしても食べたい味で、とても美味しくいつもいただいてます。繁盛の一番の理由ってどういうところだと思われますか？やっぱり味とボリュームと従業員の方たちの温かさというか、気持ちの良さというか、そういうところだと思いますけど、いつも美味しくいただいてます。これからもですね、末永く通わせていただきますので、いつも美味しい味を提供してくれるように頑張ってください。よろしくお願いします。頑張ってんですよ。高校生の働きっぷりはどうですか？いやもう優秀です。とても動けててガスキ一番さん B セットエビチャーハンお願いします。そう出てなかった。保育園がね、なかなか上演の時またね。そうそう。ありがとうございます。A セットです。素晴らしいです。いや本当にね、助かりますよ。何していいかとかを言われる前に動けるから。なかなかできないですよね。できないね。今の若い子っていうのはかなり素晴らしいです。プレッシャーが次の3番ですね。これで野菜とロケットはい、レバーですね。レバー。これは美味しいんですよ、レバーは。はい、チャーシュー麺いってもらっていいかな。はい、テラスの一番のこれチャーシュー麺。はい、あと卵スープです。野菜スープ。はい、野菜スープですね。お昼でエビチリ珍しいからさ。7番。はい、何番ですか。これエビチリです。はい。餃子のなんか特徴とか。うちは具沢山ですね。食べた時に、食べ口が、こう野菜が生きてるんですよ。細かく切ってはあるんだけれども、食べた後のこの残りが肉、野菜っていうのがここに残ってる。それに具沢山だし美味しい。普通の餃子よりかも大きいです。今日喜びますよ。大きいな。餃子っていうのはここに皮見ると分かる通りにここにまん丸じゃないんですよ。売ってるのはまん丸なんですけど、ちょっと長方形なんですよね。ということは長方形になるってことは長方形にところにここに入れるとこの分大きくなるんですよね。餃子が。そうですね。はい、そう長くなるからわーっとなるんですよ。でも具もいっぱいあって餃子だけどお腹いっぱいだっていう人もいるし。どうでしょう。これがカニですね。カニチャーハンが4番ですね。で、気をつけてね。はい。いるかな。はい。じゃあノーマルいきますね。ノーマルはいらないですね。ミネラが出ます。ありがとうございました。はい。しゅんちゃん、テラスの3番のエビチャーハンいってください。
思います。はい、お待たせしました。五目チャーハンと五目あんかけ焼きそばですね。はい。はい、でバニラ炒めですね。はい、どうぞ。はい、美味しいです。じゃあソーセージと爆発上がりますね。聞いてなかった。ご飯足りました。大丈夫ですか。いつもありがとうございます。もうちょっとスマホいらない。テラスには来ました。それじゃあもう。はい。はい、エビチリライスです。はい、これね。ご飯足りる？足ります。多いですよ。本当想像するの？仕事ですよ。あ、ごめん、たっちゃん。6番のタメ。全部美味しい。全部食べちゃって。気をつけていってください。のチャーハンね。はい。それと麻婆豆腐が来るんで。はい。お願いします。6番。いいよ、はるちゃん言って6番。高校生お二人の働きっぷりはいかがですか？素晴らしいですよね。もうね、もう私たち何もやらなくても動いてくれてありがたいです。いいのさ。はい。バリバリってこんなでついて。マッサージありがとうございます。どうもありがとうございます。味見を。じゃあ誰かテラス回ろう。すみません。テラス回ってとこ言って。私が回ったらいいや。レバー持って。どうも。どうも。A さんが A のお願いします。いや、わざわざこっちまで。ラミナ決まった。12年ぶりくらい学生の時に1回連れてきてもらって、そこからなかなか機会がなくて。エビチャーハンとあと肉野菜炒めです。最高でした。エ
量が多いなんか町中華のなんか王道みたいな感じですごい好きですよ。繁盛の理由ってどういうところだと思われますか？なんかすごいアットホームな感じで、お店の人も初めて来たけど親しみやすい感じ。だいぶ活気があってすごい入りやすいっていうか、食事もやっぱ美味しいですよね。大変美味しい料理なんで、これからもずっと続けていってほしいです。コロナ禍ですけど健康に気をつけて頑張ってほしいです。頑張ってください。気をつけて、また、どうもありがとうございます。はい、ありがとう。はい、またね。はい、また、片栗して。肩がね、柔らかくする薬飲むんだけど、なかなか無理。3212円ね。今日はあんかけ焼きそばと五目チャーハンのレバーがね美味しいっていうんでレバニラ頼みました。ボリューム多いし美味しいですよ。やっぱり何食べてもね。繁盛の一番の理由ってどういうところだと思われますか？みんなスタッフさんが、見てて分かるように声かけてきますしね。料理もね美味しいですから、また来てねとかね、気をつけて帰ってねとかね、声かけてくれるんでね、親しみやすいですよね。元気でやってもらってずっと続けてってもらいたいです。エビそば？え？エビそば5番。それがかた焼きですね。はい。よし。そうだね。4番の五目あんかけ焼きそば。はい、レバーです。で、いいですか？はい、32円の形です。はい、いらっしゃいませ。すごいね、面白い。はい、でお願いします。お願いします。4290円でお願いします。ゼロでしたね。もうね、今年からやめるんですよ。覚えてるのは2番です。7777円の。いや、未知ですね。俺らも分かんないですよ。でも作ったことないんで。例えば、唐揚げ50個とか餃子50個分とかそういう感じです。ご飯4キロのおかず3キロみたいな。いつから始めたんですか？いつだっけ？2週間ぐらい前です。でまだオーダーはないんで。行き当たりばったり。これをちょっと3枚上がるから。テラス回って一人。回って。どういうところを意識して意識回してるの？無意識ですね。もう全部もうお互いこう目で見てるから被らないように。なんか担当が決まってる？いや、そういうことはない。大体は決まってるんですけど、基本オールマイティですみんな。向こうの独身実家暮らしだけはメンタルと思う。そんな感じですね。通貨ってやつですね。通貨ってやつ。エビチャーハンと餃子を、食べました。めっちゃ美味しかったです。要は本当に食べ応えがあったので、今お腹いっぱいです。店員さんもすごく気さくで明るいので、お店の愛情もあると思うんですけど、そういうところもすごい大きいなって思います。
いつもこのお店の雰囲気とか、あとは味が大好きです。これからも頑張ってください。頑張ってください。3938円ですね。はい。細かい方大丈夫？1万円でよろしいですか？はい、です。はい。ありがとうございます。この方は1045円。一番下とちょっと入れてもらいたい。できれば。いや、やばいです。まだ全然言われてからしか動けないから、もうちょっと頑張らないと。次はどんな仕事を覚えたいですか？次はあれですね。今ラーメン一つ両手で持ってるんですよ。それを両手で持ってる。頑張りたいなと思って。すいません。かわいいな。もうちょっと中に肉汁が詰まってますんで。どうですか？うまっ。あれだ。あれだ。すごい肉汁が。肉汁あふれる。ごま油塩です。はい。もう味が入ってるんですか？味も結構しっかりついてます。じゃあ何もつけない方が。何もつけなくても大丈夫ですし。ついちゃってます。全然大丈夫です。カンパイオリジナルで作って。あんももちろんなんですよ。これすげえ食える。もうシンプルに本当これそのままでもいいし、辛いタレとかでもいいですね。合うと。これ群馬でやったらめちゃくちゃ流行ります。はい、どうぞ。どうぞどうぞ。こういう餃子握ってるんだ。そうなんですよ。はい。もったいない肉汁が出てる。あ、なんかさ、中身がうちに似てるな。肉汁が。今、ひまさんからハウがもらったね。そうかな。もらってる。おいしい。はるちゃんもじゃあ3に置いていい。プルプルで美味しい。焼き取れるんですか？何ですか？宋さんの焼き。そうじゃ食べながら。これ。いいですでもはい。一応業務用の販売も。これちょっと塩とごま油で販売してる。焼いても美味しい。焼いてもはい。ありがとうございます。電話すればいい。ちょっと焼きパネ。
お店は今後どういう風にしていくとか展望はあるんですか？もうこれからは若い世代だから私はここまでですよね。ここまでっていうかまだ年数はやるんですけど、これから何か新しいものっていうのはもう昭和の人間と平成の人間っていうのは考え方が違うので、私は5年頑張って引退しようかなと思ってます。そうなんですか？はい、5年6年手伝います、忙しければ。でも一応そういう区切りをしないと、今度はこの世界に移していかないといけないので、あとは若い人の考えでやっていけばいいかなって築き上げたこの味、そういうものをやっぱり残しつつ頑張ってってもらえればいいかなって。でみんながよく引き継いでるでしょ、味もみんな。本当にそうですね。そう聞いてなかったもううちはもう1日に2回掃除するんですごいですよね。今後このお店はどういう風にしていくみたいな展望とか。今来ているお客さんを大事にしつつ、今やっぱ SNS とかが流行ってるんで、新しいお客さんを取り入れながら味を変えずに頑張っていきたいっていうのはありますよね。マスターたちが作ったものを壊さないように俺たちはやっぱりね、この先50年100年いければね、みんなでそういう感じでみんなやってますよね。まあ、あとは仲良くやっていくような感じですよね。ともちゃんもいるし、まあもう20年以上の付き合いなんで皆さん。ああ、そうなんですね。ここはやっぱり言いたいことを言い合ったりして、やっぱり仲良くやるしかないですよね。なんか前回よりも覚えたとか、うまくできる。ここでメニュー取って自分で線引いて持ってくみたいな。なるほど。前までできなかったんですけど、今日やっとできるようになったかなって頑張れましたかね、今日は。いつまであと何回ぐらいやるんですか？あと2回。目標みたいなのありますか？あれやってこれやってって言われる前に全部できたらいいな。チャーハンまで作るまでは無理かもしれないですね。自分で食べるやつ。へー。やってみます。じゃあ、はっちゃん、チャーハン焼けるんだと。いや、チャーハン焼く？はい、やれば最終日とか。最終日。自分の。とりあえず明日焼いて。あ、そうだ。また来週。そうさんまた来るから。焼くとき来るから。はい。わかりました。一緒にな。はい。ああ、すごい。お願いします。卵が火の友達になってる今。いって。トン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 。振って振って。むずい。ここに当たるか当たらないかところで、この紙一重のところでこれ。はい。高さ大事、高さ大事よ。はい。こんだけですか？オッケー。うい。はいよ、攻めて。はい、はい、やって、はい、やって。いいよ、いいよ。あ、いいよ、うまい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 。はいよ、いいよ。今友達になってる、チャーハンになってる。今チャーハンになってきてるよ。いい感じですか？いい感じだね。味見お願いします。おいしい。おいしいです。オッケー、いいよ、オッケー、オッケー。はい、できました。おー、チャーハンです。まだいた。夜の。夜の。あれです、美容師で。お客さんで。この人しかいないと思いました。いつもチャーハンを持ってきてくれて、出会ったら「はい」っていう感じで渡されて、それをいただいて優しかったんですね。